めっちゃ足上がってるよ。ね、角度がこの中殿筋っていう筋肉を伸ばしてあげたいんですけども、はい、足を組んでこうですね。はい。じゃあ皆さん、これはマジでやった方がよく、マジでやった方がよくて、まず一段階でこれでまず乗せられへんっていうのはまず怖い。はいはい。その前にちょっと今のこの足の上げる感じとかをちょっと確認できる。ちょっとここからほんまにね個人差が出やすいから、これでね単純に本当にちょっとまず座ってこの腸腰筋周りを少しほぐしていきますね。めっちゃ簡単です。はい、掴んで軽くこうやってほぐすだけ。はい。そうほぐすだけです。腸腰筋とかお尻周り軽くほぐしていきましょう。はい。それだけです。ほぐした方が使いやすくなってきます。で、ここから大事なんですけれども、ここから骨盤を前に起こす。で、戻す。で、起こす。で、戻す。で、腸腰筋はこの起こした時に使います。この時。この時に足の付け根にキュッていう感覚があれば OK なんですけれども、ある人、正直に答えてください。キュッっていう感じ。そう、ここ、足の付け根、ここね。これ私は本当に分かんなかったから、分かんない人の気持ちが分かるんですけど、なんか股関節をなんかこうイメージして、なんか股関節がこうグッていくみたいな。これちょっと違いますかね。でも本当にそんな感じです。なんかね、ここが詰まる感じっていつも言われて分かんなかったその感覚が。でもこの多分ここがね、なんか硬い人が、私が硬い人だったんですけど、そこが動きづらくてこうなった。分かった。こうね、前にやろうと思った時に反る人が正解。全くここが何にもつまんない。でも本当にこの下のもうなんかじわでなんか大きく動かそうとしないで、なんか地味にこうなんかここと骨とここを押し付けるみたいな感じでやっと詰まりまくってるんですよ。今だから今詰まってる。でなんか何してもこの詰まる感じが出るようにやっとなったんですよ。前は自転車漕ぐ時も何にも感じなかったです、ここに。で多分こんな感じで漕いでたと思うんですけど、この1回詰まる感じが分かったら、自転車漕いだら毎回こう上に上がる時に詰まる。これ合ってますかね。同なりです。一回入ると本当にずっと入るので。ですよね。もうだからこの感覚を、だから速い人ってみんなこの感覚で生きてたのと思って。多分ナチュラルに使えてるんですよ、すぐに。はいはいはい。これってみんな普通じゃないのっていう人が、180キロサブスリーランナーのような方なのかなと。そうだ、確かに。そう。こうあったらこ押し付けるって変なんだけど、なんか本当なんか腰から押されるみたいな感じですよ。そう。ひとみさんが一番、結構この骨盤の動き自体って実はすごく難しくって、なんで難しいかって言ったら、そんなに骨盤自体が動くものだと思ってなくって、でも僕たちの生活リズム上、腰の方が動かしやすいんですよ。だから骨盤の動きと腰を反るっていう動きがごっちゃになってる人が非常に多い。なってました。そう。これは多分女性の7割8割9割。ここださもんって。それ。顎が上がって背中がめっちゃいって。そう。そんな感じ。そんな感じ。だから専門用語で言うと腰椎の前腕って言って腰をグッと反る動きと骨盤の前傾っていうのは全く違う動きなんですけども、これがガチャーンってなってる人がすごく多くて、だからそれを違うよって言って脳が認知した瞬間に使えるようになるっていうか、やっとそうなった。そうだからそれをどんだけ、できるようになるかっていうのが腸腰筋に使えるようになるポイントになります。はい。だから多分ひとみさんとかがめちゃくちゃ腰でいってたんですよ。めちゃくちゃ腰ですよ、私。だって自転車降りた瞬間股関節外れてるぐらいです。あれ何の詰まりも感じないし。めちゃめちゃ良くないじゃないですか。じゃあこれはいはい。ここでしょ。ここが骨盤前にって、せーのでやった時に、ここ前に出る人ってわかりますかね。ここ前に出るってこうでしょ。そしたら腰で絶対いってる人。だからここ絶対動かせないように一回お尻落としましょうか。そうこのままここ絶対でダメです。でこのままここ動かないでしょ。意味がわかんないでしょ。なんかね、初め私も動かなかったんで、少しずつ動くようになったって感覚があるんだよな。もう体を前にして
ある。でね、それこれめっちゃこれほんまに今大事でね、そこからちょっと僕の手挟んでほしい。もうちょっとです。そうしたらもうちょっときません？カチって。入ったね。でこれ仕上げです。ここからすっごく大事なんですけど、もうこれ以上絶対倒したらダメです。かかと浮かして膝を僕の手につけてください。そしたらもうちょっときません？ここがカチって。そうでゆっくり下ろしてください。はい、これあと3回いきましょう。1、今来てます？ありますあります。 1、はい戻して、2、ゆっくり下ろして、はい OK です。3、はい下ろしましょう。 OK。 はい、腸腰筋いてました？いますいます。牛のアキレス腱みたいな感じがある。あ、そう感じ感じ。で一回ちょっと立っていただいて、ここにあるわ。である。ありましたありました。ちょっともも上げもう一回やってほしいんですよ。足の軽さとかが、いやあれはめちゃくちゃ高く上がる。そう基本的にもうここら辺しか上がらないんですよ。もう。なんかさ、もともと私も足上げるときにいつもなんか前ももの力を多分頭が意識して足上げましょうって言われたら前もも使うってもうインプットされてたんですよ多分。でもなんかそこ腸腰筋意識グオンそうグオンね。グオンってめっちゃ上がってる。それはだって本来ここ使ってあげるんだから、速い人ってここ使ってあげてるし。ですよ。ずるいわ早い人。逆にずるいでしょ。ずるいよ。ね。ずるい。本当こんな使えるようになると別に前ももの大きい筋肉使ってあげなくていいし、はい大きい筋肉を使うっていうのは強いパワー出ますけど、そんだけ体が外に引っ張られるっていうリスクもあるので、はい姿勢崩れやすかったりするんですよ。ああ確かに。だから腸腰筋とかをまずはちゃんとランニングの動作っていうかは本来の人間の体の動作として覚えさせてあげるっていうのがすごく大事だったりしますね。確かにそこ使わなきゃっていうね。そう一回スイッチを入れてあげると、スイッチある場所分かったら人間そこに行くじゃないですか。そういうことですね。そんなはい。ありがとうございます。今ので多分鍛え方、じゃあ腸腰筋の鍛え方はって思うかもしれないですけど、一旦本当にこれでちゃんと鍛えられてるんでね、はいその証拠にじゃあさっきやったチェック覚えてます？覚えてる。他足上げていただいていいですか？ストップです。キックでいやー待ってー。入れる。マジック。もうちょっと上げてみて。そう上げれる。はい、押し返して押し返せる。すごってなってるんですよね。い。すごい。すごい。そういう筋が競みたいや。っていうことです。はい。はい、なので別に鍛えるのってここから鍛えるのももちろん大事なんですけども、ここまでいかない方が非常に多いんです。鍛えてるつもりで前もも鍛えたりとかする人が多いってことですよね。そもそも腸腰筋の力が使えてない人が多いので、こはいこまで行くだけですごく体って変わってくる。はい。なのでまずはここにちゃんとスイッチ、う家のん。電気でもスイッチ入れて明るくするんですね。明るいのは十分ですよね。でこの電気をもっと明るくしようとあんま皆さん思わないっていう、まずはこの配量にしてあげるっていうのはすごく大事なので、ありがとうございま存在す。感を出してあげるっていうことがすごく大事なの。でこれで腸腰筋使いながら走ったらより腸腰筋もどんどん鍛えられていくみたいな。自然とだからこうした腸腰筋を走るように鍛えられるので、はいそしたらランニングの中で自然の腸腰筋が発達していくっていう、はい。ありがとうございます。そんな感じでございます。腸腰筋感じてどうですか？もうね、いない。なんて言ったんやろ。もうね、いるのかいいのかちょっとわからないけど、ここが痛い。足の上げ方、痛い今までやっぱり腰が痛くなって、うんこの動作が億劫なんですよ。はいはいわかる。わかります。もう本当にもう重たい、重たいけど何が重たいかわかんない感じ。今とかはなんでこんな上がるんやろっていう。そうだよね。同じパワーで上げてるつもりの全然感覚が違う。高さがさっきと全然違うもん。全然違う。そう。すごい。だからその走ってること最近自分の走る動画見ても引きずってんねん足を上げれないから力がなくて、それが変な感じ。めっちゃ足上がってるよ。めっちゃね上がってる。角度が上げてる気ないもん。さっきのこれぐらいの感じ。これでキャッスル瞳サブ3へ近づいた。近づいた大阪国際女子マラソンに近づいた。やっと歩み出せる気がする。ということで今日高山さんどうもありがとうございました。これでみんなが腸腰筋使えるようになったら、もうランナー足上がる人めちゃめちゃ増えますね。いや本当にぜひねビフォーアフターで皆さんもぜひ試してみてください。本当に今日ありがとうございました。それではまたうたらんチャンネル、高山チャンネル、キャクソンのチャンネルで会いましょう。バイバイ。会うまではもっと怖い人だと思ってたんですよ。なんかそれめっちゃ売れるんですよ。でしょ？なんでなんですか？だってすっごい
こんな感じでいつもやってるからこんな感じでやってるじゃないですかそうありねますよね。ディスがすごい。そうなんだけどなんか一回森脇チャンネルのイベントだった時に、はいめちゃくちゃ笑顔で 400m 走ってるからこんな感じどっちにしろディスってるみたいな感じ大体ね僕1回アウトディスられるんですよ。なんかね離れてるとかね。そうやかましいもうやめなさい。目離れてるもん僕高校生からずっと言われてますからね。ちゃう方でいいですよ。高校生が本当にちょっと。だから高山麻生さんのイメージが本当変わって皆さんもどんなイメージ持ってるかわかんないですけどすごく優しい人です不思議。